こんにちは。今日の動画はこのトップスに合うようなくすんだピンクのメイクをしました。インスタに載せた写真なんだけど、このメイクなんだけど、一回撮ってたんだけどね、これ撮った時に途中からバグっちゃって、何これと思って、無理じゃんと思ってさ、ちょっとそれは載せれる状態じゃなかったので、もう一回撮りました。ぜひぜひ最後まで見ていってください。どうぞ。セザンヌの皮脂テカリ防止下地のピンクベージュのやつを使います。よく振って結構サラサラなやつです。ファンデは友達がハワイのお土産で買ってくれたミラーニのコンシールプラスパーフェクトの結構有名なファンデーションプチプラ、これを1プッシュぐらい出します。そんな多くなくて大丈夫です。カバー力もあるし、今日使うのがなんと島村で買った280円のシリコンパフです。結構使いやすくてトン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 ってやっても全然痛くないです。いつもはこっちの水を含ませたスポンジを使ってるからすごいナチュラルになるんだけど、こっちの方がカバー力があってでも塗ってるって感じです。とりあえず伸ばしていきます。衛生面はすごいいいと思うんだけど、これが1000円とかだったら私多分使わないだろうなって思って買ってないと思うけど、180円だし試してみる価値はあるかも。ちょっと細かいところが塗りにくいけど本当に柔らかいからびっくりしてます。このファンデーションが本当にいいカバー力あって、そんなめっちゃ重たくないし、肌にもこんな感じの仕上がりになりました。多分スポンジだったらこれ全部使ってると思うんだけど、こんなに余ってます。だからそんな使わなくて伸ばせるんだよね。これは、洗剤で洗えば綺麗に落ちます。でコンシーラーはそんな全然しなくていいんだけど、結構隠れてるから今日は目の下とこの鼻のハイライトだけキャンメイクのコンシーラーを使います。明るい方と暗い方のコンシーラーを混ぜて目の下にトントンってしていきます。そしたら明るいピンクい方の色、この色で鼻のハイライト、これを下に重ねておくことで余計立体感も見えるし、シェーディングがしやすくなります。ここでもう影ができてるから OK で、最近私はベーキングをするんだけど、よくこういうルースパウダーをスポンジに取ってこうやって目の下とかにトントンします。これはローラメルシエのルースパウダーです。でこれはちょっと濡れたスポンジであんま粉っぽくなりすぎないようにトントンって取って、本当に持ちがいいからおすすめです。軽やかとかおでこのとこにも軽くのせて、あと顎かな、この辺が崩れやすいから。でしばらくこんな感じじゃん。眉毛とあと目、アイシャドウこれから塗るからここだけ軽くセットしておきます。今日はブローラッシュ EX のこのペンシルで形を決めたら、キャンメイクのミックスアイブロウのこの軽い2色を混ぜて中間からこうやってぼかしていきます。ケイトのアイブロウマスカラのナチュラルブラウン、前までは髪色が明るかったからしっかりのせてたんだけど、今は軽くで大丈夫です。今日はこれからいつも行ってるご飯屋さんに行きます。近所のおばあちゃんが一人でやってるとこなんだけど、おばあちゃんといっぱいお話ができて、私の大好きな場所に今日はお昼ご飯をそこに食べに行きたいと思います。じゃあ目に移ります。目これピンク系っていうかなんかくすんだ色みたいな、めっちゃ簡単なの。この服に合うような感じにしたいなと思って NYX のジャンボアイペンシルでベースみたいな感じでのせます。じゃあ次にこのこれランコムのパレットなんだけど、この色ローズっぽいなんかくすんだ銅みたいな色、この色をまず広めにのせていきます。目尻が一番濃くてこうやって中に持ってくる感じ。最近アイシャドウをここまででやめるんじゃなくて内側まで持ってくるのが結構好きです。最近このアディクションのザ・アイシャドウの46番ツヤっぽい明るい色を指で塗っていっちゃいます。そしたら今度はこっち、このもっと暗い色、同じブラシでいいや、外側にのせていきます。結構下にアイシャドウ落ちてきてるんだけど、このパウダーがキャッチしてくれてるからそんな気にならなくて大丈夫です。今度は私はこの間のところをちょっともうちょっと綺麗にしたいのね今日。だからコンシーラーとかをブラシに取ってここにのせていきます。
マットな白っぽいのでセットします。明るくなって眉毛がはっきり見えるからおすすめです。アイシャドウを塗る前にこれやる人もいっぱいいると思うんだけど、私はアイシャドウを幅広く塗りすぎちゃう癖がちょっとあるので後にやることが多いです。最後ブロンザーとかでこの間のところをちょっとだけぼかす。終わった。そしたら洗います。結構カサカサになるかなとかも思ってたんだけど、最後にスプレーとかすれば大丈夫だから。で顔他の全体的なところを大きいパウダーブラシで落としていきます。ここに塗った2色濃い色を混ぜて下まぶたにのせていきます。ハイライトとしてこの2色適当に指で混ぜて、こっち側に真ん中よりちょっと内側目まで。アイライナーなんだけど、ちょっとインスタの時ちょっとなんか太く引きすぎちゃったかなっていうのがあるんだけど、どうですか？細くすればしようと思うほど太く引いちゃう時ってありますよね。 YouTube を始めたばっかの時よりアイライナーを描くのがスムーズに早くなってきました。私も OK。 ビューラーするんだけど、ちょっとアイライナー乾かしたいので先にシェーディングをしたいと思います。鼻のシェーディングは後でします。いつものフーラブロンザーを使っていつもと変わんないです。チークにはちょっとくすんだ色を使いたかったので、NYX のハイデフィニッションブラシのアンバーっていう色で、外からこうやって私はよくのせるんだけど、いつもここら辺ばっかなんだけど、内側までちょっとのせます。最近ずっと使っているキャンメイクのこのマスカラ下地を塗ります。コメントでケイトのが一番好きって言ってる方もいたので、そっちも試してみたいんだけど、そしたらそばかすを作っていきたいと思います。はい、よく使ってるのがヌード系のリップペンシルなんだけど、眉毛のペンシルでも全然できると思います。私はこれがすごい柔らかくて描きやすいので、まずこれをなんて言うんだろう、下書きみたいな感じでトントントンっていろんなとこにしていきます。こうやって鼻の方とかいっぱいあると可愛いなって思います。自分の好きな範囲で、私はこうやって広めに。今度はさっき使った眉毛のやつの反対側がリキッドになっているので、これでちょん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 ってやっていきます。そうすることでなんか黒とかもさ、真ん中が濃くて周り薄いじゃん。そんな感じになる。薄いまんまがいいとか薄いまんまでいいし、茶色のリキッドアイライナーとか使ってちょんちょんちょんってしていきます。ゆっくりバランス見ながらやればいいです。私はここにあるニキビを隠していますこんな感じでそばかすを作ったら、やりすぎたなって思うところとかは手でトントントンって伸ばしていけば大丈夫です。これをもうちょっとナチュラルにするためにパウダーを重ねていきます。この辺、この上にノーズシャドウをのせます。私は使うのはキャンメイクのこのシェーディングのパウダーです。ハイライトには今日100均で買った AC ハイライト、ツヤツヤのやつ、これを手でのせていっちゃいます。この上にそばかす作ってまたパウダーやると、せっかくハイライトとか塗ってもさ全部なくなっちゃうから、先にそばかすをもう作っちゃって最後にハイライトを重ねます。マスカラを重ねます。今日はメイベリンのビッグショットを重ねていきたいと思います。下まつげにもたっぷり塗ってこんな感じです。さっきそばかすやって、あ、めっちゃ消えちゃった、もう全然なくなっちゃったよとか思ったら、上から重ねて。今日使うリップはカラーポップのルミエールっていうくすんだピンクです。この服にすごい似てるとかすごい合うので、これを使います。最後に最近買った AC ラスティングスプレーっていうこのメイクのキープスプレー、1000年ちょっとくらいだったんだけど、これをシュッとします。いろんなところに飛び散るんだよね。メイクをすごく保ってくれるんだけど、あんま細かくないのかな、液が。完成しました。ピンクのトップスにすごい合うかなっていうメイクをしました。で、このインスタで載せたやつなんだけど、はい、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。参考になったら嬉しいです。そばかすとか可愛いかなって思うので、ぜひぜひやってみてください。チャンネル登録と SNS のフォローをよかったらお願いします。バイ。